저기요. 아, 네? 여긴 어디죠? 아, 네. 여러분 안녕하십니까. 아키사입니다. 그, 시작할 때는 그래도 적어도 좀 시작할게요라고 하고 시작해줬으면 좋겠는데. 그냥 바로 네, 시작하기. 깜짝아. 자, 오늘 어디로 와 있죠? 에비스. 네. 오늘 에비스로 와 있습니다. 오늘은 에비스로 돌아다니다가 우연히 좀 알게 된 빈티지 샵을 오늘 가보려고 합니다. 그게 바로 여기입니다. 막시즈라는 샵인데 여기는 딥한 빈티지부터 현행품 브랜드 아이템까지 이제 다양하게 그리고 또 나라나 연대 구애 없이 또 다양하게 또 지급하고 있는 그런 샵이어가지고 처음에는 모르고 그냥 지나가다가 역시 그 스멜이 나는 거예요. 여기 좀 심상치 않다. 그런 스멜이 나가지고 들어갔더니 역시나 되게 멋진 샵이어가지고 오늘 여러분께 소개해드리려고 찾아왔습니다. 근데 여기 입구부터 좀 멋있지 않아? 여기서 좀 이렇게 쉬었다가 이제 갈 수 있고. 근데 좀 안 보고 가다가는 이렇게 기둥 부딪히는 거지. 이거 조심해야 돼요. 네. 그럼 오늘의 착장 알려주세요. 네네. 너플코트는 알레볼이라는 브랜드고요. 네. 그리고 터트레니트는 마스통. 그리고 스카프는 폴로랄포렌. 그리고 마이크 잘 들어가 있고, 네. 더블 브레스트 이 자켓은 모리올리. 그리고 슬랙스는 무기 홀리데이. 그리고 구두는 처치스. 포켓 스퀘어는 드레익스입니다. 자, 오늘도 어떤 아이템이 있는지 한번 보러 가볼까요? 렛츠 맥시스! ということで、お店の中に入ってまいりました。今、3テイク目でございます。すいません。何回も申し訳ないです。とんでもございません。で横にいらっしゃるのは、マキシズ恵比寿の店長兼バイヤーでいらっしゃいます上田さんでございます。上田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと恵比寿をフラッと来た時に、はい。やはりちょっと普通じゃない雰囲気、香りがしまして、ありがとうございます。さーっと引き寄せられて入ってみたらやはり普通じゃなかったと。いえいえ、恐縮でございます。ありがとうございます。簡単にちょっとお店のご紹介ちょっといただいてもよろしいですか？はい。お店はまず新品と古着を混ぜて置かせていただいておりまして、古着はアメリカものもございますし、ヨーロッパものもございます。あとは、自分たちが好きなセレクトの新品を混ぜて、全部ごちゃ混ぜで置いて展開させていただいております。いやー、今日は楽しみでございます。上田さんも先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、もうレイヤードがすごいおしゃれですね。いえいえ、もう本当に北海道出身で札幌にずっと住んでたんですけど、それで寒い中でどうおしゃれをして防寒するかっていうとこだけ考えてて、勝手に身についたと言いますか。北海道の雪を連想させる。はい。ありがとうございます。よかったですかね？大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。雪の恋人じゃなくて白い恋恋人ですね。はい。ですね。ちょっと連想させる。そうです。おしゃれはい。なコーデでございます。最初どこに行こうかな。すごい一個一個厳選すごいされてる感がすごい伝わってきて、ありがとうございます。なんかもう丁寧に見ていきたくなるそんなラインナップですよね。上田さんやっぱり、はい、これちょっと止まっちゃいまして、はい、これもちょっといきなりちょっとヘビーなヴィンテージですよね。アメリカ軍が着ていた、タンカースジャケットっていう戦車部隊が着ていたものなんですけど、個体的にだいたい日本サイズって S とか M ぐらいのちっちゃいサイズしかあまり出てこなくて、これ XL 相当で相当大きいんですけど、今そのファッションとして全然着れる大きさといいますか、で状態も比較的リブがボロボロになってたりとかするものも多いんですけど、割と綺麗。はい。タンカースってちっちゃいのが多いんですね。そうですね。やっぱり戦車の中って当時狭かったらしいっていうのと、おそらくなんですけど、大柄な人がそんなに多分乗れなかったんじゃないかなとは思うんですよ。ちっちゃい戦車の中ですよね。空間が限られてますもんね。そうですね。なるほどなるほど。で脱出するときに引っ張ったりとか、して結構破けちゃったりとかボロボロのが多い印象ですね。しかもこれ、ちょっとスペシャルなポイントありますよね。そうですね。本当におっしゃっていただいた通り、これがステンシルじゃなくて手書きなんですよ。僕のあくまで妄想なんですけど、おそらく当時USMC っていう海兵がエリート部隊だったので、多分手書きで憧れて書いたのかなっていう妄想を含めながらお客様にはお話しさせていただいてますね。いいですね。上田さんの妄想でちょっと若干短編小説できそうですね。ありがとうございます。そんな大層なもんじゃないですけど。でも可能性ありますよね。そうですね。結構上手にマークも書いてますからね。ちょっと離れてみるとステンシルかなってパッと思うぐらいなんですけど。ほんまですよね。じゃあ本当綺麗ですね。そうですね。ところどころ直されたりはしてるんですけど、ただかなり綺麗な方だと思いますね。綺麗。
いやー素晴らしいですね。はい。いきなりもうバーンとかかってたのでありがとうございます。言ってしまいました。これレディースですか？そうですね。全部がレディースっていうわけではないんですけど、女性に向けたコーディネートを自分の中で妄想してはい組み立てて置かせていただいてるっていう。なるほど。おじさん妄想結構好きなんですね。妄想結構好きです。妄想好きなんですね。はい。僕も妄想好きですよ。ありがとうございます。いやこれ着こなせてたらめっちゃおしゃれですよ。いやかっこいいかなとかっ思って。こいいですよね。はい。色合いがいいですね。ありがとうございます。これもいい。これでもレディースですかね？メンズでもハイウエストとか着てれば多分着れると思うんですけど、フェアエルベストはいでいろんなメーカーとかもフェアエル等で実際今作ってたりもすると思うんですけど、はい、それのすごい古いやつですね。生地がちょっと現行のものとは若干違う感じがしますね。そうですね。ちょっとこう着られて少し生地がもう汗て、これはすごい洒落てると思います、ね。洒落てますよね。はい、こういうのを中にこう刺して着ちゃってもいいですよね。そうですね。ちなみにこちら目の前にあるこれはどういうアイテムですか？はい。これは LVC ですね。そうですね。リーバイスのヴィンテージクロージングラインで、リーバイス社が復刻して作ってたものの2000年代初頭ぐらいのものですかね。で全部アメリカ製ですね。で、デッドストック未使用の状態のものですね。そうなんですね。で最初からこういう感じなんですね。そうですね。ユーズド加工が全部施されてて、なのでこれはこういう当て布がついてたりとか。面白い。ここのパッチもすごいですねこれ。そうですね。当時のもう本当に本気で作ってたものだと思うので、生地の音質とかも、はい、この1901ってモデルはちょっと薄め、なんですけど、これ1901ってことは1901年のモデルですね。だからサスペンダーボタンがあってベルトループがないんですね。そうですね。でサスペンダー微乗がついてるタイプ。片ポケから両ポケになり始めた年代ぐらいのものなんで、これは両ポケになってるものなんですけど、はい、でバックポケットが結構外側に寄ってるのがこのモデルの特徴かなと思います。寄ってる。それが1955年のモデルですかね。55年モデル。1955モデル、はい、でリミテッドエディションで、まあ、本当に番号がここに書いてるんですけど、はい、何本中何本目っていう。1580本生産された中で812番目のアイテムでございます。ここら辺もだから大体アンダー5ぐらいで買えるわけですね。そうですね。はい、全部2000年代の LVC デッドストックお探しの方、これちょっとすぐ来られた方がいいと思いますね。でこれ僕も愛用しておりますサンスペルの、はい、これは現行ものですね。そうですね。でイギリスメイドのものですね。いやサンスペルのこのクオリティすごいですからね。そうですね。僕はもう本当に通年着させていただいて、今日も着てるんですけど。これですか？あ、そうです。ウエスタンシャツとか着てるけど、中ちょっと品よく見せたい時とかにサンスペルの T シャツとかも着ますし、はい、でやっぱり夏着てても蒸れづらい。そうですよね。ベタベタしないので常に快適な着心地ですね。いや本当そうなんですよ。これは僕も個人的にはすごいおすすめのブランドでございます。はい、いや結構着られてますね。このちょっとやれた感じ。そうですね。これは根っこをちょっと自分で伸ばしちゃってるんですけど、はい、こう最初ちょっとピタッとしてたので、はい、ちょっとこう緩く抜ける感じが欲しくて。いやおしゃれですね。ブチブチっと。ブチブチっと。はい、いやだってサンスペルもう結構お値段もするじゃないですか。はい、もう僕だったらギャーってなりますけど、何枚か持ってまして、これはちょっとやっちゃおうと。そうですね。いやでもこれが重要なんですよ、この抜けた感じが。あんまりおすすめはしないんですけど、でも今日のコーデでここがピタッと綺麗だったらちょっとやっぱりここだけちょっと綺麗すぎちゃうかなってなりますもんね。そうですね。それでちょっとここら辺を開けたくて、あと単純に書いたりとかするときにこう雑に手突っ込んじゃったりとかして伸びてったっていうのもあるんですけど。さすがでございます。いえとんでもないです。いやサンスペルをやるのがちょっと僕もちょっと適正ないな僕は。あんまりおすすめはしないので、はい、こちらのかかってるのもすごい、はい、これはちょっと全部一個一個見ていきたいんですけど、はい、これちょっと見ていいですか？こ
ちらですね、はい、こちらが、1950年代に起きた韓国動乱の、戦いの時にアメリカ兵が着てたジャケットなんですけど、航空輸送部隊、エアフォースですね、の第5部隊が着てて、ラマの隊列って呼ばれてた隊列らしいんですけど、そのワッペンがついたジャケットで韓国を駐屯地にして戦ってたので、最後にこれやってついてるんですけど、これですね。はい、ラマの隊列って言われてたんですね。って言われてたらしいんですけど。へえ。そうですね。何部隊って航空？航空輸送部隊なんで、多分飛行機で何かこう物資とかを輸送したりとかする部隊だったと思うんですけど。なるほど。でフィフスエアフォース第5部隊、本当だ、フィフスエアフォース第5部隊。これは僕も初見だったんですけど、やっぱり形も着るとエポレットはついてるんですけど、肩のが綺麗に落ちるのでそんなにいかにもっていう感じではなく、全然ファッションとして着ていただける一着かなと思いますね。なるほど、はい、すげえ。ここにこういったペン差しもありまして、これ確かに僕もこれ見たことないかも。おいくらですか？こちらで、27万円。27万円。はい。お、でも意外と僕もうちょっといくかと思いましたね。これちょっと恐れ多くも。ご試着もちろんです。いいですか？はい。試着の試が出てこなかったです。今もう恐れ多すぎて。全然いろいろ着てみていただけると嬉しいですね。お、これ結構サイズ大きいかなと思ったんですけど、大丈夫ですね。でリブはすごいピンピンの状態ですね。確かにそんなおっしゃったようにミリタリーって感じではないですね。そうなんですよ。はい。この生地感もこれなんだろう、これコットンにおそらく若干化繊は混ざってると思うんですけど、なんか光沢感ありますよね。そうですね。折り方にもよると思うんですけど、こういうタンカースのものとはまた違う表情ですし、MA1 とかの化繊の、アウターともまた違った表情ですね。違いますね。これよ、これここだけワッペンだけでも相当価値ありそうですね。いや、そうですね。ですよね、はい、本当。やっぱりちょっと光ってますね。全部光ってるんですけど、はい、特にちょっと目がいってしまいました。これ D ポケって言っていいんですかね？これはこれ D ですかね？そうですね。なんか D っぽくないですよね。なんか枝豆みたいな感じですよね。はい。豆ポケみたいな。豆ポケですね。このサイズ感で僕結構好きですけどね。そうですね。このサイズ感で全然着ていただきたいアイテムではありますね。いいですね。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。貴重なものを。はい、次にこれは何ですか？こちらが40年代のエンジニアジャケットですね。のデッドストックでございます。ベイリーですか？そうですね。はい。これストライプの、紙タグもちゃんと残ってるもので、サイズも、XL 相当の未洗いですね。あ、未洗い。はい。水も通ってない状態ですね。おお、すごい。でしかもここに横にもビッグヤングのこれ、ヴィンテージですか？はいのデッドストックのシャツ。これちょっと見ていいですか？これ。あ、もちろんです。おお、これデッドでパリッパリな状態なんですね。はい。サイズが16ハーフですかね。はい、今の現行のビッグヤングは結構着るんですけど、はい、こういうのをだから復刻して作ってるんですもんね。そうですね。オリジナルのビッグヤングがあって、それを復刻して作られてるんですよね。マチ付きですね、はい、ちゃんと。本当だ、マチ付き。ここですね。バックのヨークがこういう感じですね。そうですね。ヨークがカーブしてて、いろいろディテールを見たくなりますね。今ちょっと目に留まったレペット、はい、ちょっとどういうブランドをご紹介いただいてもいいですか？フランスでもともとバレーシューズとかを作って、今いろんなシューズとかも作ってるんですけど、はい、セルジュ・ゲンズブールが、ジジっていう白のモデルを履いてたりとかしていて、僕たちのお店では、レディースサイズからメンズサイズまでやらせていただいてますね。でこれはジャズっていうモデルで、はい、バレーシューズですね。なのでソールが圧着型、はい、で革なんですけど結構屈曲性があって軽いですね。持っていただくともう
いやいや予想よりめっちゃ軽い。これポケットに入っても全然わかんないぐらいの。わかんないぐらいの軽ほんさ。と軽いですね。なので素足に履いていただいてもいいですし。これ本当今1歳児の息子の靴より軽いですね。あ、本当ですか。それぐらいめっちゃ持ってめっちゃ軽いよ。でしょ。なので革なんですけどスニーカー感覚で履いていただける。本当ですね。はい。軽い。そのゲンズブールが履いてたはいジジ。はい。ちょっと見せていただいてもいいですか。もちろんです。ドンズバのメンズサイズの白がなくなっちゃったんですけど、こっちレディースサイズでジジ、これジジですね。でこっち黒はあるんですけど、これの白を、こっちの色ですね、ゲンズブールが入ってたものですね。でヤギ革ですね。だから柔らかいですね。そうですね、すごい柔らかくて、今はヤギ革が使えなくなってしまって、カーフに変わってしまったらしいんですけど、その最後に残ってたものを買わせていただいたので、まだヤギ革はギリギリ展開させていただいてますね。そういう意味では結構貴重ですね。そうですね。ゲンズブールはこちらのシューズにデニムそうですですよね。ね。はい。履いてウエスタンシャツを着て立ってる写真が多分一番有名だと思うんですけど、はい。フレンチですよね。あれはかっこいいですよね。本当フレンチなセクシーさがありますよ、やっぱり。62,000円プラス消費税ですね。62,000円プラス消費税。はい。ちょっとフレンチな感じでコーディネート楽しみたい方はこれすごいおすすめで、しかもヤギ革がもう希少な。そうですね、もう作ってない現行ではもうなくなってしまってるはずですね。レペットでございます。あ、これなんですか。これが、1930年代頃の、カーコートですね。で馬革で作られてる当時のそのビスポーク品ですね。そうなんですね。マクシーさんが、この服をかけられてるのコーディネートも一緒にされてかけてらっしゃるじゃないですか。そうですね。これがやっぱりすごくおしゃれですよね。恐縮です。どう合わせていいのかって難しい時あるじゃないですか。ヴィンテージもの特に。でもやっぱすごい参考になりますね。ありがとうございます。本当これもこうやってきたらおしゃれだなって分かりますもんね。ありがとうございます。ということで小島さんちょっと見ていいですか。ここにほんまや。ホースハイドって縁がコーデュロイになってて、でボアですね。はい。すごい。これ Can I try this on? Of course. Yeah, かっこいい。これかっこいいですよね。ちょっとジャケット取りますね。中の。ヴィンテージのものを買うことを着ると迫力があったりとかサイズ感がちょっと微妙に合わなかったりとかするんですけど、これ結構今まで着た中で僕にかなりマッチするサイズ感。多分当時着られてた方と体型が似てらっしゃるのかもしれないです。これかっこよくないですか。で結構ホースハイドなので厚みがあってもちもちした革なんですけど、肩の傾斜がちょっとあるのでここが怒り型っぽくならないで綺麗に落ちるんですよね。本当だ本当だ。だからなんかこうなんで着てもなんか着られてる感じもないですし、肩がこう張り出す感じもないので。確かに結構昔のものって結構張るの多いので、そういう意味で合わないことがちょっと多いんですけど、それがないのでこれ結構スッといけるんですね。そうですね。ベルトだけ欠損しちゃってるんですけど。ベルトもあったんですね。ベルトもあってここにベルトループがついてるんですけど、それはないんですけど。ちょっとなんかかっこよすぎてそわそわしちゃうんですけど。革もまだ全然生きてますし。生きてますね。やっぱこの迫力がすごいですね。いやでもなんか本当に今日これ着てきたかのようなごとくフィットがすごいいいサイズだと思いますね。これもしかしたら僕のかもしれないですね。本当ですか。本当ですか。ぜひお持ち帰り。そう。今からもうほぼ100年ぐらい前のものなんですけど、昔の革ってやっぱ質がいいって言われてるんですけど、100年経っても全然まだまだ着れる状態ですね。全然着れますね。でむしろ今がめっちゃいい状態、いい味が出てる状態ですよ。ちょっとどうですか奥さん。ちょっとマジでちょっとどうですか。僕なんかいろいろ言うこと聞きますんでどうですか。財布事情はねこちらに優先権が残ってますから。こ
これいいなぁ。ヴィンテージの革コートガチンコでここまで欲しいと思うのはちょっと今までなかったかもしれません。いやー、すみません、ありがとうございます、はい、素晴らしいです。これ何ですか？これはうなぎの皮の、ウエスタンディティールのジャケットですね。うなぎの皮ですか？はい。イールスキン。イールスキン。はい。実際食べるうなぎっていうよりは食用じゃないうなぎなんですか？まあそうですね。はい。我々が食べてるうなぎとはまた違うものだったはずですね。この縦に貼られていくんですけど、はい、テクスチャーといいますか雰囲気もいいですし。本当ですね。面白い。うなぎの皮ですからね。はい。これ食用のうなぎではないとしても、もしこれうな重にしたら相当高いですからね。そうですね。もう5、60万分ぐらいの、ね、はい。だってこれうなぎこれ1本分ですもんね、これが。おそらく1本分1匹から取った皮、長く取れたところを使ってると思うんですけど。すごい。これもヴィンテージですか？はい。70年代80年代頃のものだと思うんですけど。面白い。こういうアイテムもございますよ。全身に使ってますもんね、イールスキンを。はい、でまたこういったコーディネートで合わせてもおしゃれじゃないかと。結構パワーがあるアイテムだと思うんで、はい、ちょっと軽く中を抜いてあげてもかっこいいかなと思います。確かに。あ、上田さん、このブランドちょっとお伺いしていいですか？はい、フランクリーダーっていうドイツのブランドで、はい、もう20年近くずっと続いてるブランドなんですけど、そのアイテムちょっと見に行きますか？はい。今ちょっと物が少なくなっちゃってるんですけど、このパンツと、フロントでトルソーが着てたボルドーのコートがフランクリーダーですね。ヴィンテージのアーカイブを元にしてるのもあったりもするんですけど、コレクションブランドで毎年結構年々で変わってくるんですけど、僕たちはアメリカ古着にも合うと思いますし、すごいかっこいいブランドなのでやらせていただいてて。なるほど。これだって結構これクラシックですよね、このディテールも。はい、そうですね。サスペンダーボタンがあって、でハイウエストで。これが、1930年代から50年代頃の、仕立て屋さんが使ってたリネンの生地なんですけど、をフランクリーダーデザイナーさん自身が見つけてこういう作品に落とし込んでるアイテムです。なのでこの生地はもう使えない生地なんですけど。すごい。そういう意味では希少価値の高い。そうですね。でボタンとかもヴィンテージをつけてて、これおいくらですか？こちらで12万8000円に消費税が入ります。なるほど。先ほどコートも見ていいですか？そのはい、フランクリーダーさん。あ、これですね。そうですね。かっこいい。これもヴィンテージの生地を使ってるアイテムなんですけど、はい。本当当時の生地感って感じしますね。でボルドーなんですけど悪目立ちもしないですし、かなりかっこいいアイテムですね。足もこれ見てください。おしゃれ。これのコートでおいくらぐらいになりますか？これで16万8000円に消費税。先ほどフランクリーダーさんパンツを見てるときに、はい、ものすごい目を引くと言いますか、はい、興奮させるアイテム、はい、見つけました。こちらは何ですか？こちらがバブアーですね。うわ、おお、これすごい。バリッとした質感。バリッと。何年代ですかこれ？これは60年代頃のものだと思うんですけど、ワラントっていう王冠をもらう前のものですね。ロイヤルワラントが書いてないですもん。ロイヤルワラント確か最初は74年かなんかが一番最初だったと思うんですけど、ちょっと覚えてないですけど。そうですね。そのあたりだったはずなので、その前ですね。でしかもロングのコートですね。はい。うわ、すごっ。これぞバブアーって感じしますね。結構着やすいかって言われると着やすくはないと思うんですけど、こういうのが好きでかっこいいですよね。ギアとしてのバブアー。そうですね。というやっぱりその当時のその雰囲気が伝わってきますね。ファッションのバブアーというよりは。そうですね。ギアとしてのバブアー。これちょっと着てみていいですか？僕もちょっとでかいと思うんですけど。これちょっと着て。うわ、すごい。オイルの香りがふわっときますね。うわ、でかー。結構バリッとしてる。これでも袖は別にそんなあれなんですけど、肩がすごい。そうですね。身幅は割とあって、
もうちょっとこう馴染むと肩は落ちるかなとは思うんですけど、もう一人入りますね、僕は多分。2人ぐらいいけますかね。いけますよね。もう二人ぐらいいけますよね。そうですね、結構身幅が広いタイプですね。オイルのワックスのこの感じが残ってますね。そうですね。これこういうのございます。皆さん、はい。こちらちょっとはい。見させていただいていいですか。もちろんです。もしかしたらこれに吸い寄せられて僕は最初にこの店を発見したかもしれないと思うぐらいかっこいいアイテムでございます。はい、こちらですね。ありがとうございます。コーディネートがやっぱり素晴らしいですね。恐縮です。この中のこれ T シャツですか、半袖の。はい。T シャツの E の文字の色とカーディガンのこの、色とジャケットの色合わせを基本的に統一してコーディネートをされているわけですね。はい。ちょっと言語化されず少し恥ずかしい。わかります。コーディネートを言語化すると恥ずかしくなりますよね。ちょっと恥ずかしい。そうなんです。はい。こちらがカーハートが昔作ってたラインにスーパーダックスっていうラインがあるんですけども、はい、そのラインで作られてた、フィッシングジャケットで、状態もすごい綺麗ですし、サイズも結構大きめですね。スーパーダックスという、これ何年代になりますか。これで1930年代頃だったと思うんですけど、1930年代頃。はい。これそのちょっと着てみていいですか。もちろんです。こういう感じですね。なんであなたがにやけてんの。かっこいいねこれ。思わず妻がにやけるぐらいかっこいいですこれ。ありがとうございます。これめっちゃいいっすよね。これ僕ぴったりですよ。もういいっすね。いいっすよね、はい、これこの短丈すごいっすね。もう当時のリアルなフィッシングです。川に入って、この短丈は結構ハイウエストのトラウザースに相性はいいですよね。本当ですね。でしかもやっぱりこのカーハートを思わすこのタック地っていう、はい、生地感でやっぱり機能性を重視したこのポケットの量、本当に何も考えずに入れたらどこにあるか分かんなくなるっていうぐらい。そうですね。可能性ありますよね。どこ行ったっけ。どこ行ったっけ。はい。でこれを外すとフェルトがついてまして、はい、これはフィッシングするときに釣り針と疑似餌っていうんですかね、そういうものをここにいろいろつけたりとかできるようについてますね。なるほど。これかっこいいですよね。はい、おいくらですか。こちらで68万円ですね。68万円。はい。プラス税。プラス税。はい。いやー、ゼロ1個間違えてないですもんね。間違ってない。間違ってないですね、はい、正確に。いやすごいですね。僕そのお伺い最初に来てお値段をお伺いした時にうわやっぱりなと思いましたもん。はい。やっぱりすごい一着なんだなっていうのを感じましたね。でしかもこれ絞れますもんね。そうですね。絞りもついてますね。中までちゃんとこれありますよ。ポケットがあってこっちにもあって。このコンパクトなジャケットにこれだけのこうポケットがあって機能性を詰め込まれてるってことですよね。そうですね。でしかも袖裏がコーデュロイになっております。はい。襟もコーデュロイになっております。ドールで一番奥の天井にかかってましたもんね。そうですね。こっちの上の方にかけさせていただいてました。見逃しませんからね。ありがとうございます。さすがです。いやこれ欲しい。かっこいいわ。これは本当ぜひ皆さん来てちょっと見ていただけたらと思いますね。ありがとうございます。はい。ここのウエスタンパンツはオリジナルで作らせていただいているウエスタンパンツでして、はい、こちらのお店で。そうですね。はい。生地がいいですね。リーバイスとかをもともと作ってた工場で作らせていただいてて、アメリカ製で、ローデンウールっていうオーストリアの伝統的な生地なんですけど、仕立て屋さんとかが使ってるローデンウールの素材でテーパードをかけていて、ウエスタンパンツで基本フレアしてたりとか、黒のウール100って、探そうと思ってもなかなか探せないんですけど、それをサイズレンジ30から36までご用意して作らせていただいてるパンツで、腰元とか、ベルトループとかウエスタンのディティールなんですけど、テーパードしてるので
すっきり綺麗に。そうですね、履いていただけるかなと思いまこれす。ポケットも特徴的ですね。そうですね、ウエスタンのポケット。こういう感じでそうですね。ジッパーになってて、ここはスナップではい。閉じれると。で、メイドイン USA。はい。ああ、はいかっこいいですね。ありがとうございます。シルエットとかディテールもそうですけど、やっぱこの生地感、はい。この生地感から出る優雅なヒラヒラする感じ。はい。このそうですね。生地をちょっと柔らかいものを使わせていただいているので、はい。これそのおいくらですかこれで？こちらで6万3000円にプラス消費税で。 6万3000円プラス消費税。はいいや、こだわってらっしゃいますね。ありがとうございます。こちらは、はいフラテリー・ジャコメッティっていうイタリアで作ってる、革靴ですね。メゾンブランドとかの、靴も OEM 生産を請け負って作ってたりもするんですけど、そこが作ってるグルカサンダル。ですね。日本でグルカサンダルを結構メインで作られたとこ、ちょっと待ってください。すいません。あ、もしもし。すいません。すいません。ちょっと今電話が、はい、オーナーからちょっと電話がオーナーから電話が、はい、はい、ちょっとオーナーが今仕事で北海道に帰ってて、はいはい、滑って転んで背骨をやってしまったらしくてちょっと僕笑っていいのか分かんないですけどっていう電話が今ちょうどそういう電話だったんですね、はい、すいません、ちょっと撮影を中断させていただいて。それはちょっと中断した方がいいかもしれないですねそうなんですね。ちょっとしばらく帰れないかもしれないっていう電話だったんですけど、ちょっとオーナーさん、はい、お名前オーナーさん今夜っていうものなんですけど、今夜さんぜひお体ちょっとお気をつけていただいて、早く治るのを祈っておりますので、はい、ぜひ神保町の方にも行っていただければ応援を込めて、そうですねこれ面白いですよね。こちらが、先ほども言ってたうなぎの皮を使ったスリッポンですね。すごい、本当だ、イールスキンのこの一本一本。このブランドは僕たちはファッション性もあるし実用性もあるし、独自性も、本当にこういうエキゾチックレザーっていうワニの皮だったりとか、イグアナの皮だったりとかゾウの皮だったりとか、いろんなそういう皮を使って靴に落とし込めたりもするんですけど、でやっぱり色気もありますし、色気ありますね、はい、これでおいくら、これで税込みで10万4500円、はい、こちらは何ですか？こちらがレユッカスっていうブランドで、はい、デザイナーさんが日本人の女性の方、村瀬由香さんっていう方がやられてるんですけど、作ってるところがエンゾ・ボナフェ、はい、で、ハンドで作っている、同じイタリアではあるんですけどまた違う見え方のするアイテムですね。デザイナーの方が由香さんなんでユッカスなんですね。そうですね、はい。これかっこいいですよ。こういう感じです。おしゃれ。シェイプ綺麗ですね。そうですね。で、小刃の張り出しもすごい少ないですし、本当ですね。上品に履けますね。はい。で、ちょっとちゃんと男らしさもあるし。本当だ本当だ。これで、23万5400円でございます。はい、やっぱりマクシーさん面白いのはディープなヴィンテージからやっぱりこういう現行のおしゃれなブランドまでこう混ざって展開されているのがやっぱり面白い特徴的な部分ですよね。ありがとうございます。いやー、すごい魅力的な、はい、やっぱラインナップだと思います。ありがとうございます。一応そこら辺に貼ってる写真、マクシズカンザスシティっていうお店があって、1970年頃にニューヨークで、飲み屋とかナイトクラブみたいなところがあって、そこの人たちってもう本当にアーティストとか物書きの人とか絵描きの人とかいろんな人が集まってた、異文化交流の場、成功したければマクシズカンザスシティに行った方がいいって言われてるぐらいの場所、本当に著名人が集ってた場所なんですけど、そこのその異文化交流を洋服と紐付けていろんな文化の、洋服をこう置かせていただいてコーディネートしたいなっていう思いでマクシズっていう名前を取らせていただいたとオーナーが言っておりました。なるほど、こういう本があるんですけど。本当にあるんですね、こういう本が。そうなんですよ。へえ、本当だ。だから当時本当にいろんな人たちが集まって。そうですね。ルー・リードとかアンディ・ウォーホルとか、若かりし頃のシド・ビシャスとかも行ってたっていうふうには聞きました。なるほど。へえ。なのでマクシーさんのラインナップも本当にいろんなヴィンテージから現行ものからもう年代国問わず、そうですね、いろいろ置かれてるわけですね。はい。いやー、ぜひぜひ皆さん
恵比寿に来られたらマキシズ恵比寿さんぜひ来ていただいて、ちょっとお怪我をされてしまいました今夜さんがいらっしゃるのが神保町の方にあはい、そうですね。りますので、そちらもぜひいただければはい。頑張ります。今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。いやー、本当楽しかったです。いや、こちらこそ楽しかったです。また恵比寿来た時には寄らせていただきます。はい、ぜひお願いします。